皆さんこんにちは。バルーンパフォーマーのシャンです。今回はバルーンのストレッチをご紹介します。バルーンのストレッチとは、膨らませたばかりでパンパンのバルーンを柔らかくしたり、長さを伸ばしたりするテクニックです。バルーンを覚えたばかりの頃には必要のないテクニックですが、難しい作品を作るようになると、バルーンの硬さを変えたり、太さを変えたりする必要が出てきます。ただ、常にストレッチをする必要があるわけではなく、必要のない場合もあります。例えば、ブロワーなどの機械を使ったり、口で一気に膨らませる場合は、バルーンは割と全体が均一に膨らみます。また、バルーンドレスなどバブルを同じ太さで扱うときには、ストレッチをしてしまうと太さや硬さが変わってしまいます。それでは綺麗な編み目が作れないので、これも必要ありません。また、1本で作る初心者向けの作品は、そもそもストレッチが必要な作品レシピにはなっていないので、本来は特に必要ありません。逆に必要な場合、それはハンドポンプを使って膨らませた場合などです。先ほど説明したように、ブロワーなどの機械を使ったり、口で一気に膨らませる場合は、このように口元も尻尾側もだいたい同じ太さできれいに膨らみます。しかしハンドポンプなどで膨らますときには口元に何度も圧がかかるので、このように太くパンパンになっていることがあります。このままでは作る時も作った後も割れやすくなってしまうので、ストレッチをしてそのリスクを減らす必要があります。それでは解説に移ります。口元側をしっかり押さえたら、その下を反対側の手の指で1センチぐらいの輪を作るイメージでギュッと握ります。その形のままバルーンを端までスライドさせます。素手だと汗でうまく滑らなくなりますので、その時には薄手のハンカチを使ったり、このようにベビーパウダーを使ったりするとスムーズにできます。これを行うことで口元側の太さと硬さが均一になりました。また、さらにストレッチ効果でバルーンの長さが 15% ほど長くなります。こちらはどちらも端まで膨らませた風船ですが、このうちの上の風船だけをストレッチしてみます。はい、比べてみます。上の風船の方が、なんとこれだけ長くなりました。15% は長さにすると20センチぐらいありますが、もちろんそれ以上伸びることもあります。これだけ差があれば、あと少しだけ長さがあればできたのにという作品なんかもかなり余裕を持って作ることができます。逆に言うと、初心者向けの作品ではしっかり伸ばしすぎてしまうと、首の長すぎるキリンだったり、耳の長すぎるウサギだったり、レシピの完成形とサイズが変わってしまいます。用途に合わせて適切に使用しましょう。最初にストレッチした効果は徐々に下がっていくため、ひねっていると途中でバブルがパンパンになる場合があります。その時は全体を伸ばすことも大事ですが、バルーンをひねる前にギュッと握ることで一時的にストレッチ効果を与えられます。皆さん、バルーンのストレッチいかがだったでしょうか？以前、プロのツイスターさんたちにそれぞれのひねり方を見せてもらったとき、皆さんがほとんど無意識レベルでバルーンのストレッチを行っていました。普通の教本には載っていないテクニックですが、とても大事な技法なので、ぜひ覚えておいてください。